はい、どうもこんにちは。今日はですね、レイヤーカット、ベーシックカットのシリーズ4つ目ですね。ウルフレイヤーをカットしていきたいと思います。ベーシックカットのレイヤーシリーズなんですけれども、うちではですね、A ラインレイヤー、ローレイヤー、ハイレイヤーというふうな感じで進んできまして、これらは全てですね、まずアウトラインを設定して、でフェイスのレイヤーを設定して、そこから上からレイヤーを展開していくと。で届くところまで切って、で下につなげていくと、いうような形でした。で今回のですねウルフレイヤーはアウトラインを設定、フェイスラインを設定して、下からレイヤーを入れると、いうふうなパターンになります。なので、この動画を、見てくれている人はですね、先にですねグラデーションボブシリーズをやった方がいいですね。グラデーションボブシリーズは下から、グラデーションを入れていくという形なんですけれども、ある程度ですねそのグラデーションを切るスキルがないと、このちょっとウルフレイヤーっていうのは、少し難しくなってきますので、先に、グラデーションをやってからこのウルフレイヤーに、取り組んでいただきたいなと、いうふうに思ってます。それでですね、ウルフレイヤーが、実際、どういうふうな、カットをやっていくのかということをですね、少し説明しますと、ウルフレイヤーですから、設定したアウトラインに対して結構ねたくさん段を入れると、いうふうな、形になるんですけれども、トップも結構短くなるんですけども、大事なのはやっぱしっかりとしたこの前上がりですね。前上がりの角度が切れるかっていうことがまず一つポイントになってきますね。で前髪も短いところから、しっかりと、上にハイレイヤーですね、高い段を入れるということですね。でもう一つポイントになるのが、高い段を入れただけだったらこうアメリカンな感じっていうかね、分かりますかね。ちょっと狼的な感じになってしまいますので、ウルフという狼という意味なんですけれども、一つポイントとしてはですね、こうしっかりとですね後頭部にやっぱくびれを作っていくというところが、一つ外せないポイントかなというふうに思いますね。なので展開図としては、どういうふうな形になってくるかというと、こういう形になってきますね。基本的に、バックのグラデーションっていうのは、うちのベーシックカットでは上段、中段、下段という形で、3つに分けて考えるんですけれども、下段ですね、ネープのゾーンっていうのは、大体頭皮と平行ぐらい、頭皮と平行ぐらいに段を入れていくと。でそこからですね、ちょっと下げる感じですね。だからグラデーションの角度でいうと、これがですね、大体60度ぐらいの感じになるんで、そこから下げて、45度ぐらいのグラデーションを中段と上段に入れていくということですね。だから下のゾーンはしっかりとこう頭皮に沿うようなレイヤーが入って、その上にこの後頭部にウエイトが乗ってくるという形になりますね。でそれを切った後に上に短い毛を作りますから、上に短い毛を作って、そこから上からレイヤーを調整していくという形になってきますね。ちょっと余談なんですけども、基本的にですねそのバックのフォルムを決めていくこのブラントカットでは、多くの人がですよ、多くの人が頭をですね上段、中段、下段っていうふうに、3つに分けて考えられているパターンが多いですね。でこれはですねなぜかというと、グラデーションシリーズで説明したんですけれども、このようにですね頭をこう3つに分けてですね、バックに関しては上段、中段、下段っていう形で、3つに分けている。それはどういうことかっていうと、前も説明しましたけど、全て横に引っ張ってこうまっすぐパーンと切った時に、やっぱりこの頭の角度が違いますよね。床に対しての頭の角度、これはちょっと下を向いてる、これは横を向いてる、こっちを向いてる。で上はやっぱりちょっと上を向いてるわけですね。頭の角度が違うから、横に引っ張って同じラインを切ったとしても、ちょっとねこう段の落ち方が違うわけですね。やっぱり下が一番ちょっとこうレイヤーが入ったように見えてしまう、そういう感じになる。
で横はまあ中間なんですけど、やっぱ上がやっぱ頭が上を向いてるためにやっぱね同じようなラインで切ったとしても、ね、このネープに比べると相当こう毛がこう詰まってくるというか、ちょっと重たくなってくるように見えちゃうんですね。なので床に対しての頭の角度が違うんで、それぞれの上段中段下段から生まれてくるこのグラデーションの表現が全く違うんで、なので3つに分けて考えて、それぞれにそのスタイルに適した、グラデーションを入れるというふうにカットっていうのは基本的には考えられてるんで、だからいろんな人のね、カットを見るときにですね、この上段にはどういうグラが入ったのか、レイヤーでもいいですけど、中段にはどういうふうなグラやレイヤーが入ったのかっていうふうな感じで分けて考えていくと、それぞれどんな人のカットをですね見てみてもなんとなく自分の中で解析することができるという形になってますね。で今回の場がここ60ぐらいで、ここから上が45ぐらいで、切っていくんですけれども、これはバックのセンターの話ですね。バックのセンターゾーン、このゾーンの話ですよね。このゾーンでうちのベーシックカットではバックのセンターからこの三つ襟ぐらいまでですね、三つ襟ぐらいまではその角度で進んでいくんですけれども、三つ襟超えるとですね、スタイルによっていろいろなんですけど、多くの場合はですねこう後ろに引いてくるっていうね、ここの三つ襟のラインを超えたここからここまでの間ですね、ここからここまでの間っていうのは人によっていろいろですけど、こう後ろに引いてくるグラデーションを後ろに引いていって横に向かって消していくような感じのパターンが多いですね。オーバーダイレクションっていう風な感じの、技術を使ったりしますけれども、それはなぜかと言いますと、生え際がやっぱこれだけ上がってきてるんで、同じような段でこういうふうに横まで展開してしまうと、やっぱここの影響を受けてくるわけですね。自分が思い描くアウトラインを設定してもですね、そのアウトラインを削ってしまうと、同じような段を入れていくとっていう形になってしまうので、なのでここからこちら側っていうのは後ろに引いてこう段を消していく、逃がしていくっていう感じですね。アウトラインを逃がしていく。そうすると設定したアウトラインはそのまま残りながら、こちらのグラデーション、バックのセンターで入れた自分が理想とするグラデーションにこうヘアスタイルがつながってくると、いうふうな形になってるんで、大体のスタイルがですね、そのような形で計算されてるっていう感じですね。だからグラデーションボブバンダとか、ハンサムショートとかだったら、同じようなグラデーションを横まで展開することでアウトラインもこの生え際に沿って上げていくというふうなことなんですけれども、特にそのレイヤースタイルの場合、ショートボブとかでもそうなんですけれども、やっぱりですね、ここで入れたグラデーションっていうのはこの三つ襟を越えてきたら後ろに引いて、グラデーションを消していくことによってこのアウトラインを守って、でスタイルをここのグラデーションからこのサイドにつなげていくっていう風な形ですね。やっぱりこれだけですね、生え際が大きくバックからサイドに向かって上がっていきますので、だからここのグラデーションっていうのは、ちょっと気をつけて入れていく必要があると、いう風な感じになってますね。そのような感じでですね、ベーシックカットを見ていけばですね、いろんな人のカットがこういうふうなバランスで切ってるなっていうふうなのが、見えてきますんで、ものすごくですね勉強になると思うんで、そのあたりのことはちょっと覚えておいてもらいたいと思います。でですね、今回、ウルフレイヤーをカットしていくわけなんですけれども、グラデーションを入れるパターンとしては、下に高め、上に低め、そして上からレイヤーで、上の短い毛とつなげていくと、いう形になるわけなんですけれども、ポイントが、2つありますね。今回ポイントが2つ、ここですね、下からレイヤーを入れてから上から削る。先ほど言いましたようにウルフレイヤーの場合は、今回下からレイヤーを入れるということを、覚えていきたいと思います。昨今のですねウルフと言われるヘアスタイルはですね、今日着るウルフレイヤーほど、段が入ってない場合が多いんですよね。本当はボブなんだけど、ちょっと襟足長くしてウルフっていう風な感じで、表現してたりとかですね、そういう風なパターンがすごくあるんですけれども、ベーシックカットでいう、ウルフカットっていうのは今はこれぐらいかなっていう風な、段の設定なんでね、この段はですね、もちろんいろいろ変えていくことができるわけですね。
ここに当然90度段入れることもできるし、ここをもっと低くすることができる。だから基本的にはこことここの角度がですね、このようにこうつけばつくほど下段と上段のグラデーションの差っていうのができるわけですから、このくびれの差ですねっていうのが大きくなるんで、そのあたりは変えていってもらってもいいですね。はい。そもそもですね、下段より中段上段っていう感じで同じレイヤーを入れてもだんだん重くなるような性質がありますんでね、まっすぐ切ったとしても上に向かってだんだん重たいような段になるというね、仕上がりが、そういうふうな性質があるんで、だから結構ですね、これまっすぐ切ったとしてもなんかウルフっぽくなったりもしますからね。はい。この辺りの設定はいろいろと、自分で組み合わせてもらったらいいなと思うんですけども、今日の場合は、よく使うであろう、頭皮と平行、そして45度っていうふうな、展開に、していってるっていうことですね。このウルフレイヤーの場合は、下からレイヤーを入れることを覚えるということですね。サロンワークで、いわゆるちょっとこうウルフっぽくと、いうふうな表現でオーダーされた時には別に下からレイヤーを入れないといけないっていうわけじゃなくて、その時は別に上からやってもいい場合もありますしね、アウトラインの設定だけでウルフっていう表現をすることもありますけれども、今回のようなスタイルであれば、一度こう下からレイヤーを入れるというふうな工程を覚えていくということですね。そしてですね、2つ目ですね、今までのベーシックカットっていうのはそれほどですね、セニングについてですね突っ込んでやんなかったわけなんですけどね。ですがさすがにこのウルフレイヤーになってくるとスキというね技術は絶対的にこう必要不可欠ですね。そしてそのスキのバランスっていうか、スキのクオリティがスタイルのクオリティっていうものに直結してくるということも事実としてありますから、そこまで突っ込んではやらないですけど、多少ですね、スキ、セニングの基本みたいなものも、ここでは、覚えていきたいと思います。この2点ですね。ということでですね、実際に、今からウルフレイヤーをカットしていきたいと思います。はい、今回のウィッグはですね、新品のウィッグを用意してますけれども、これはですね、全然新品じゃなくてもいいと思いますね。ローレイヤーはもちろん、ハイレイヤーとかね、それぐらい切った、ウィッグでも、もちろんいいと思いますし、そんなに長いウィッグじゃない方が、初めは切りやすいと思いますね。ちょっとハイレイヤーぐらい切ったウィッグの方が、ある程度、切りやすいと思いますので、結構初めてですね、このスタイルを着る人は、ちょっと短めのっていうか、あらかじめ、段が入ったウィッグを使用する方がいいんじゃないかなと思います。でも今回は新品からやっていきたいと思います。で、まずアウトラインから切っていくんですけれども、まずイヤートゥイヤーで割っていくんですが、イヤートゥイヤーは後ろ倒しとかではなくてですね、この毛流れに沿ったこの毛のね髪の毛の繊維に沿ったラインで、耳の後ろぐらいですね。あんまりねこれ後ろ行かない方がいいですね。はい、耳の後ろぐらいで、一旦割っておきましょう。ちょっと言うの忘れましたけど、パートラインはですねセンターではなくて、ちょっとどっちかにずらした方がいいと思いますね。ウルフの場合は、センターパートっていうのはなかなかスタイルとしてありませんので、少しどっちかにずらした方がいいと思いますね。ナチュラルな毛流れに対して自然に落ちる位置で耳の後ろぐらいで割っていくと、いう感じですね。そんなにここのラインがねまっすぐになっているかどうかっていうのは、そんなにスタイルに影響しないのであんまり気にすることはないと思います。いつものように、ベーシックカットではですねしっかりと毛束を濡らしてカットしていきます。で、まずバックの長さから設定していくんですけれども、レイヤーカットでよくやってるようにですねこの後ろに落ちているこの髪の毛をですね、自然にシェイプして、この幅ですね、この幅を大体3等分ぐらいしていく感じですね。そんなにきっちり3つど真ん中にこう3つ分けるっていう風なことは必要ないですね。大体3等分していけばいいと思いますね。落ちる位置で3等分ですね。こんな感じ123と、ね、3つ分ければいいと思いますね。で、長さの設定なんですけれども、
長さの設定はですね、結構段を入れて、くびれも作っていきますので、あんまり長いとですね、ちょっと雰囲気出ないんですね。あんまり長すぎると雰囲気出ないんで、このウィッグで言えば、ネープから、このぐらいですかね、このぐらい。この台の、指1本ぐらい、下ぐらいでいいんじゃないかなと思います。ウルフカットなんで、ちょっとですね、アウトラインも、こう軽くしていきますので、あんまりラインが出ないようにね、最近はこういうふうにチョップカットでブラントカットを切っていくこともありますので、なので、チョップカットでブラントカットって言ったらおかしいな、このチョップでですね、長さを切っていく、バランスを切っていくことも、ありますので、なのでですね、チョップカットの、練習を兼ねて、チョップカットで長さを切っていきたいと思います。これサイドですね、センター切ってサイドで、サイドはですね、ちょっとこれかなり前上がりに作っていきますので、そうですね、20度ぐらいの感じで手を持っていて、そこに対してまっすぐチョップカットをしていく、こういう感じです。こんな感じでいいと思いますね。なのでセンターは台から指1本分ぐらい下で切りましたけど、サイドではほとんど台の上にアウトラインが来ていると、いう感じになってますね、今ね。この角度もですね、こうじゃないとダメっていうことではないのでね、いろいろ組み合わせていってもらったらいいかなと思います。こういうふうに手を20度ぐらいに傾けまして、でこの手に対してまっすぐチョップカットを行っていく、こういうふうにラインが少しギザギザで長さが落とされるっていう感じですね。ではですね、ここから、横の毛を落としていきましょう。でですね、横の毛はですね、結構ぐーっと上げていくんですが、これもですね、ヘアスタイル的によく言われていることなんですけれども、まっすぐ上げると、ちょっとあまりかっこよくないという感じになりますので、前上がりの場合は基本的にはちょっとこういうふうに湾曲したラインで上げていくというふうなことが基本になってきますね。湾曲したラインで上げても結構下ろすとまっすぐに見えちゃうんですけどね、逆にはまっすぐ切ってしまうとここの生え際がこういうふうになってますから、これに影響されてまっすぐ切ってしまうとね、仕上がりがどうしてもこういうふうに見えたりとかしてしまいますので、カットライン的には、ちょっと湾曲してあげるということを意識しましょう。実際にハサミでこういうふうにね、丸いイメージで切ってもいいんですけれども、湾曲したラインを切る場合はうちでは基本的にですね、このように前に引いて上げていくという感じのことをお勧めしてます。前髪は後で切りますんで、前髪だけ、別に取っとってもいいですね。レイヤーとか切ったね、ウィッグを切る場合は、この辺の前髪とか入ってこないと思うんで邪魔にはならないですけど、全く新品のウィッグ切る場合はちょっと前髪伸びとってもいいと思いますね。その方がここのアウトラインがどういうふうに切られたかっていうのが分かりやすいんでね。まずこのラインですね、このライン、これが0だとしたらぐーっと30度ぐらいに引いていく。30度、45度、60度ぐらいに引いて3段階に引いて、切っていくと、かなり丸みのあるラインになる。それでも落ちた時には割とストレートに見えてくると、いう形になりますね。ですから、まず30度ぐらいに引いていきますね、これ。0から30度ぐらいに引いてきて、ほらここにね、先ほどバックでカットした最後のラインが見えてきてますから、これに合わせます。シェイプして30度ぐらいに引いてきて、でこの30度に対して手がまっすぐですね、手がまっすぐ、でそこに対してカットラインを垂直にチョップカットでつないでいきます。こんな感じですね。できました。下ろすとですね、こっちに引くことでやっぱよりこっち側ですね、こっち側の毛が短くなってこっち側の毛が残りやすくなりますので、落ちた時にちょっと丸くなるという形もありますし、30、45、60というふうに、3段階に分けて切ることで、さらに丸さも出てくるという形ですね。で今度45度ぐらい引きますね。45度ぐらいに引いたら、これ全部切らなくて
パネルがこんだけあるんですけど、耳後ろのパネルがこんだけあるんですけど、45度ぐらい引いたら、約半分ぐらいですね。半分ぐらい取ったパネルの半分ぐらいを狙って、この45度に対して手をまっすぐ90度に置く。90度に置く。で、上から半分ぐらいを狙って45度でカットします。こうですね。はい。こうです。はい、こんな感じになりますね。はい、さらにこの毛をですね、ちょっとこれ前髪が邪魔になってくるんですが、さらにこの毛を60度ぐらいまで引きましょう。上の毛ね、これちょっとね、すごく邪魔でこうたるんだりすると思うんですけども、今回ウルフレイヤーの場合はですね、上の毛はですね、もう後でかなり短くしますので、あんまりこれ気にしなくていいですね。はい、60度ぐらいまで引いてきました。さっきより45度よりちょっと上げてきました。こんな感じですね。で、この毛束に対して垂直に指を持ってきて、で、それに対して上から半分ぐらいをまたカットしていきます。こんな感じになります。はい、そうしていくとですね、非常にですね、ここのアウトラインが、柔らかくこうちょっと丸くつながってくるっていうのが分かると思いますね。丸くつながってきます。でですね、これも一応レイヤーカットなんで、こういうふうに引っ張ってくると、インサイドグラデーションに取る部分が残ってますので、この部分はもみあげと、両三つ襟、そしてバックセンターにはインサイドグラデーションを入れることで、さらにちょっと、内側に入ってくるような感じの表現になってきますので、インサイドグラデーションは入れててもいいと思いますね。では反対サイドいきましょう。反対サイドもですね、毛束が30度ぐらい傾くようにシェイプして、端っこがありますから、そこを意識して指をまっすぐに持ってきます。毛束が30度のものに対して指が垂直に持ってくる。で、ここをですね、チョップカットでカットします。で続いて、こちらの毛束を45度、大体45度ぐらいですねに持ってきて、垂直に指を置いたところの上半分ぐらいですね、上半分ぐらいをチョップカットでカットします。同じですね、60度ぐらい開いて上半分ぐらいをチョップカットでカットします。この時点でね、左右の大体上がり幅とか長さが一緒かっていうのを、確認して、ある程度合ってればもみあげの部分にインサイドグラデーションを入れて位置に入りやすいようにしていきます。ちょっと前髪はね、もうあらかじめ後で切るんで、今このアウトラインを見るにはすごく邪魔になるんで止めてますが、で、こちら側の三つ襟にインサイドグラデーションを入れておきましょう。同時にバックセンターにも入れておきます。バックセンターにもインサイドグラデーションを入れておくことで非常に収まりが良くなりますね。はい、今こんな状態になってますね。前髪がね、これない状態からカットしたんで、こういうふうに前髪が、残ってますけれども、切りにくい場合はこれね、もうパツンとこう切っちゃってもいいですけどね。で、ここからですね、アウトラインが消えたんで、今度は、フェイスのレイヤーですね、顔周りの長さを設定していくわけなんですけれども、前髪はですね、そのスタイルによっていろいろなんだけど、基本的にはこうね、ちょっと流れる前髪で作る場合が多いですね。で、トップも、ノーパートって言って、いわゆるこう典型的なウルフカットの場合はトップを短く切って、
パートラインがない状態ですね。パートラインがない状態だけど絶対的にこちら側からこう、もしくはこちら側からこう、ね、斜めに流している場合が多いね。まっすぐこういうふうに下ろしてきてるっていう時はほとんどないですね。こういうふうに斜めに下ろしてくる。斜めに下ろしてくることで前から見た時にこの毛束と毛束の間にこう空間が非常に見えやすくなるので、まっすぐ下ろしてくるとこの毛束の上の面がどうしてもこう見えてしまってあんまりかっこよくないんで、ちょっとやっぱりこう斜めにこうずらすっていうことが、ヘアスタイリングではねすごく多いと思うんで、基本的にはその斜めにカットしていくという感じになると思うんですが、これもですね、もう前髪だけ独立してたりとかですね、いろいろパターンがあるんですけれども、今回の場合はベーシックカットなんで一応全部、つなげて切るというふうな、やり方を選択したいと思います。ですから、前髪の範囲を設定しませんのでね、一応全部つなげていくという感じになりますから、こういうふうにちょっと前を薄く取りまして、前髪があるウィッグを使っている人はその前髪を使ってもらってもいいんですが、今回こういうふうにね取っていきます。でですね、やっぱ前に下ろしていくスタイルなんで、スタイリングした時に、目にかからないぐらいのねこう長さに設定していきますので、自然に下ろした状態の時にこの目尻からパートラインですね、こっちから流す場合はこの辺りから流すという、これ仮想パートと呼んでるんですけど、この辺りを取りまして、まず斜めにカットしていきます。手を斜めに置いてこういう感じですね。今回チョップカットでカットしていきますんで、こうやってカットして流してみるね、流してみる、ちょっと長いなと、いう感じなんで、もう少しカットする。顔周り切るときはやっぱりちょっとね長めで切って、この落ち方とかね、こう人によってはこう浮き方、毛がプッと浮いてくる人とかね、いろいろいますので、切って下ろしてで細かく長さを合わせていくということが大事だと思いますね。こんな感じですね。これですいてスタイリングするとちょっと目の上にぐらいで上がってくるなと、思いますんで、こういう状態ですね。で、こちら側に前髪をつなげていくんですが、結構ね前上がりでこう短く切ったんで、この辺のサイドの長さが今ここにありますね。ちょっともみあげなインサイドグラデーション入れてるんで、サイドの長さこの辺りですね。サイドの長さがこの辺りと前髪がこの辺り、前髪の最終切ったところがここですね。でこれとこれの間をつなげていきます。こんな感じですね。こんな感じです。これですね、今回結構ですね、短めのレングスからぐーっと顔周りに対してね、前上がりを上げていって、で、前髪につなげていくっていうパターンだったんで、割とこうナチュラルにつながるんですけど、これですね、結構長いところにちょっとウルフテイストを入れる場合、ね、長いところにウルフテイストを入れる場合っていうのは、これね、一直線につながらないんですよ。一直線につなげたらね、すごいここがえぐられる場合っていうのが、出てくるんですけれども、その辺の切り方とかはですね、YouTube のどこかに載ってると思いますんで、そちらを参考にしてほしいなと思いますね。こういうふうにサイドと前髪の、距離がですね、そんなにこれ遠くないんでね、スタイルによっては結構これぐらい遠い時とかありますからね。サイドの毛はここで前髪はここ、それを直線につないでしまうとすごくここえぐられてしまうんで、そういう場合はかなり注意してカットする必要がありますね。はい、そんな感じでちょっと2枚目も下ろしていきましょう。ハイレイヤーでこういう切り方を使っていると思うんですけれども、ウルフカットの場合はですね、かなり後で上短くしますんで、ここはですね、そこまでつなげる必要もないといえばつなげる必要もないんですけどね。とりあえず後切りやすいように切っておく感じですね。出てくる毛だけを切っておきます。かなりアバウトでいいです、ここは。後で上に引っ張って、レイヤーを入れて上の長さを設定していきますので、もうこういうふうにね、上から引っ張ってきた時に出てくる毛がとりあえず
ないように切っておくと、いうぐらいの意識でいいですね、ここは。皿のウィッグ切ってるんでこういうふうに出てきますけれども、ちょっとレイヤー入れたウィッグとかやったらほとんど出てこなくなると思いますね、この部分は。はい、こんな感じで、とりあえずフェイスのレイヤーが完成されました。後ろの、前上がりからこう顔の前上がりまでぐーっとつないでくるレイヤーになってますね。同じように反対側も切っていきましょう。適当な量フェイスラインを取りまして、自然に落ちる位置で目尻ぐらいまでを取りまして、こちらがライトサイドですね。ライトサイドで、ハイレイヤーの時もやりましたけど、ライトサイドの方がこう逃がし気味に切りますね。こんな感じです。はい、逃がし気味。こちらの目尻の髪の毛の長さとライトサイドで切った目尻の髪の毛の長さが、大体同じぐらいの高さになるようにカットする感じですね。でそこからこういうふうに横に引っ張り出してきますと、この辺りに、ライトサイドで切った前髪の一番端が残ってますね。でこの辺りの長さですね。ここはちょっとインサイドグラデーションが入ってるんで、この辺りの長さが、切ってるところになってきますので、こことここをですねつなげていく感じですね。はい、こことここをつなげていく感じ、こういう状態ですね。はい、あとはこれをどんどん後ろにつなげていくんですけれども、ここからはですね、かなり、アバウトに切っていいという感じになりますね。なぜならば後で上に引っ張って切っていくんで、アバウトに切っていくと。先ほど切ったですねフェイスのレイヤーを、切らないようにだけ気をつけて、あとはアバウトに切っていきましょう。皿のウィッグじゃない場合はですね、出てこない場合がほとんどだと思いますね。こんな感じです。これでですね、アウトラインとウルフに使うフェイスのレイヤーのベースが完成したということになってきます。これですね、アウトラインなんですけれども、後ろの髪の毛があって、今こういうふうに横の髪の毛が切られてるんですけど、後ろの髪の毛の最後はここですね。この台のここぐらいですね。で横の髪がそこからこういうふうに前上がりにつながってフェイスのレイヤーにつながっていると。今そういうふうな状況になってるんですけど、スタイルによってはウルフの場合アウトラインをかなりこういうふうに短く切ることもありますね。短く切る。あえてこういうふうに切ってマッシュウルフとかっていうふうな表現もありますけれども、ちょっとナチュラルなウルフでももうこことつなげないでこういうふうに斜めに切る場合もありますね。多少こういうふうに斜めに切ったとしてもですね、角度がこのように後ろ下がりですね、後傾に向いていればですね、こことここの角度、こういうふうに切ったらこう残っちゃいますけど、こういうふうに切ったらですね、ここのラインとこの角度っていうのは、割とこう馴染みやすい角度、こうだったらなかなか馴染まないですけど、こう切ったら割と馴染みやすい角度になりますので、そういうふうな、設定っていうのもありですね。はい、今回は一応つなげて切ってますけれども、スタイルによっては割とこう切らないといけない場合もありますから、それでも別にいいと思いますね。はい、アウトラインと、フェイスレイヤーがカットできましたので、ここからですね、下からレイヤーを、入れるというふうな、工程をやっていきたいと思います。で、まずですね、分かりやすいように、一度センターで割りましょう。慣れた人はセンターで割らなくてもいい場合もありますが、とりあえず分かりやすいようにセンターで割っておきたいと思います。でまずブロッキングなんですけれども、一応、上段中段、下段というふうな3通りで、ブロッキングしていくわけなんですが、下段はですね、ここからこうへっこんでるというか、ここからこう下向いてるというふうな、境目を手で確認して、でそこからですね、人によってはこれかなり前上がりのスライスになる場合もあるんですけども、耳の生え際上、だいたい1センチぐらいを通るラインにするといいと思いますね。
こういうふうにすることでここで設定したこうつながってる前上がりのアウトラインが、グラデーション段によってですねカクッという上がってしまうことがかなり防がれますね。まあもともとそういうふうに上げるようなスタイルだったら、そんなに気にすることないんですけども、一応この設定したアウトラインを守りながらグラデーションを入れるというふうな、技術を覚えておくといいと思いますんで、こういうふうな、形にしているということですね。ネープのゾーン下を向いているところからこちらの生え際の1センチぐらい上を通過する、ラインで取りますので、人によってかなり舞い上がりになるっていう風なケースもあると思います。で、ここにグラデーションを入れていくんですけれども、そんな細かく取らなくてもいいですね。結構上からこういう感じですね。グラデーションボブやった時みたいに、そんな細かく取る必要ないと思います。結構長さが長いんで、細かく取らなくてもしっかりとグラデーションが入れれると思います。なので、三つ襟まで2パネルぐらいでいく感じですね。こういうふうに少し斜めに取りまして、で頭皮とここは平行ぐらいなんでね、非常に分かりやすいですね。頭皮の角度はこれぐらいなんで、頭皮と平行ぐらいに取っていきます。こうですね。だから頭皮に垂直にシェイプするのかな。頭皮に垂直にシェイプすると自然に床に対してはちょっと下がった感じになりますからね。だいたい60度ぐらいになるのかなと思いますけどね。で一番下までは入れなくて、ちょっと一番下を外しながらこのシェイプに対してまっすぐグラデーションを入れていきます。ここはですね、このアウトラインのようにこのスタイルの輪郭を作る部分ではないので、ブラントカットで行っても問題はないと思いますね。後でどうせセリングにも入れていくんで、でもチョップカットでやる人もいるし、チョップカットでやっても何ら問題ないですね。で2枚目ですね。2枚目だから三つ襟をちょっと超えるところですね。2枚目も三つ襟をちょっと超えるところで同じように頭皮に垂直ぐらいにシェイプしていきます。垂直にシェイプしたらここにアウトラインが見えてきてますから、アウトラインギリギリは外しまして、でそれに対して90度ですね、まっすぐ切っていく感じですね。こんな感じ。これで、60度ぐらい、頭皮と平行のレイヤーが入ったという形になりますね。でここからはですね、同じようにこうレイヤー入れていくとやっぱりどうしてもアウトラインを切ってしまうんで、こうですね、ちょっと後ろに引きましょう。後ろに引くというか2枚目切った位置まで持ってくる感じですね。2枚目切った位置まで持ってきて出てくるところを切る感じですね。この位置まで持ってくる。同じようにここからどんどん細くなっていくんですけど、届くところまで持ってきましょう。これ2枚目切った位置ですね。もうここで届かなくなりますね。2枚目切った位置。そうするとですね、アウトラインが、へこむことなくここに入れたグラデーションとこうつながってくると、いう形になってきますね。これでアンダーセクションが終了です。次中段ですね。中段もこのように取りましょう。このようにね。でイヤーとイヤーをここ今かなり超えてきてるんですけど、もうここはですね、ある程度でこの辺りぐらいにイヤーとイヤーがあるんですけど、これを超えて取ってもいいですね。どうせこういうふうに後ろに引いて届かなくなるところまで切っちゃうんで、こういうふうに超えて取ってもいいと思いますね。で今この毛ですね、この毛を狙って、カットしていきます。ここからは45度のグラデーションになっていきますので、しっかりとこう斜めにブロックを取っていきましょう。で取っていきます。でここに60度に切った毛が見えてますね。でこれを切らないように頭皮からまっすぐ床から45度ぐらいの位置ですねを確認する。この辺りは詳しいところはグラデーション見てくださいよ。でこういうふうにカットしていく感じですね。結構ね、上の方までね下で切ったラインが見えてくるんですね。でそれはですね、さっき下のブロックをちょっとこの生え際から1センチぐらい上までこの辺りのラインまで取りましたんで、だからこの辺りぐらいまではねもう切られてるんですよね。そうすることによって耳の上に穴が開くリスクをちょっと減らす感じになりますからね。ここも頭皮からまっすぐ床から45度
この位置で切っていく感じですね。はい、下に60度上に45度っていうグラデーションになってくるんで、ちょっとこうくびれが強くなってきますね。ここも斜めに取っていきましょう。こういう感じです。慣れてきたらね、割とこうフリーハンドっていうか、こういうふうにダッカールも、使わずに切れたりもするんですかね。この辺りも耳に近くなってくると、ちょっと後ろに引くイメージですね。ちょっと後ろに引くイメージで、バックセンターは45度で設定しますね。これね、床から45度ぐらいのシェイプで、前切ったところに合わせてカットします。でもこの辺り、耳ぐらいからは、この辺りからはちょっと後ろに引くイメージですね。バックセンターは今まっすぐ入れましたけど、こちら側はちょっと後ろに引くイメージでカットします。ちょっと難しいですよ。この辺りで切ってこの辺りに集める。こう切る。こう切ると、ここはまっすぐグラデーションが入ってますけど、こちら側はちょっと後ろに引いてますから、こんな感じなんですね。はい、なんで後ろに引くかっつったら、耳の上に穴が開かないようにですね。ここから先はどんどん後ろに引いていきます、ね、頭皮がこっち向いてますからね。頭皮の向きはこうだから、シェイプはこうなんで、かなり後ろに引いていることになりますね。後ろに引いて、さっき切った位置ぐらいに持っていきます。さっき切った位置ぐらいで出てる毛をカットします。もうほとんど届かなくなってきますね。皿のウィッグなんだけど、もうほとんど届かなくなってきます。もうここほとんど出てくる毛ないですね。ほらね、ない。そうするとバックで入れた、バックセンターで入れた45度のグラデーションがだんだんとこの横に向かって長くなってつながってくるという形になりますね。じゃあトップのセクションですね。トップのセクションもこのように斜めに取りまして、まず大体床から45度ぐらいの位置に、これ頭皮からまっすぐ、バックの今センター見てますよ。バックのセンター見てます。頭皮からまっすぐ床から45度にシェイプして、前切ったガイドに合わせてカットします。トップの毛もね、どうせ後で上に引いて切るんで、結構アバウトでいいっちゃアバウトでいいんですよね。ハイレイヤーとか切ってるウィッグを、ウルフレイヤーに変える場合は、この辺の毛はもう出てこない可能性もありますね。これは新品から切ってるんで、毛がいっぱい出てきますけど、もうこの辺りは後ろに引っ張ってきます。もう届かなくなってきますね。だんだん前に行くと届かなくなってきます。これで完成ですね。そうしていくとですね、このように下に薄いグラデーションが入って、上にこの辺りにウエイトが乗ってくるという感じの今フォルムになってますね。ここから上に段入れていって、もう少しこのウエイトは軽くなってくるんですけど、ちょっと上がることもなるし、こんなに乗ってこないですね。もう少しこう削られてくる感じになるんですけれども、今アウトライン切って下からレイヤー入れた状態ではこのような感じでウエイトがこの後頭部に重ために乗ってくるという感じになっていると思いますね。はい、これ同じことをですね、反対側もやっていきます。耳上ちょっと1センチぐらいからこの後頭部の頭の角度が下を向く境目ですね。その辺りを直線的にブロック取っていきます。そうするとちょっと前上がりになるパターンが多いんじゃないかなと思いますね。ネープは縦に近い斜めに取りまして、分かりやすいように留めていきましょう。で、頭皮と平行ぐらいに引いていきます。頭皮から90度にシェイプする。一番下までつながない。この毛束に対してまっすぐカットします。垂直にカット。2枚目です。2枚目で三つ襟を超えるラインまで入っていきます。頭皮から90度にシェイプしてまっすぐカットで、ここからは2枚目の位置まで持ってきます。
先ほど2枚目切った位置まで持ってきて、そこに対して出てくる毛をカットですね。まあ端に行けば行くほど全然こう届かなくなってきますね。まあ、届かなくなることでここに入れたレイヤーとこのアウトラインがつながると、まあ、いう感じになりますね。はい、中段です。頭がこの正面を向いてきているところですね。おおよそ正面を向いてきているところをブロッキングします。こんな感じですね。はい、この時イヤーとイヤーを分けておかないっていうのが一つポイントですね。届かなくなるところまで持ってきますので、イヤーとイヤーが分けておかないということですね。ここからは45度になりますので、まあ、多少ですね、斜めですね。本当に斜めのラインにブロッキングを取りまして、このように下で入れた60度のラインが見えてますので、まあ、それを切らないようにそれに合わせて、これですね、ここの角度が床から45度。バックセンターが頭皮からまっすぐ引かれて、ここの角度が床から45度の位置を確認して、そこに合わせてカットします。グラデーションの時はこういうふうにね、頭皮の向きに合わせてこう回ってきましたけれども、基本的にはこれ後ろに引きながらカットしていくんで、まあ、そんなにこうグラデーションの時のようにこっちに回ってくる必要はないですね。でまた斜めに取っていきましょう。こんな感じですね。はい、ちょうど今耳の後ろに来ましたね。はい、耳の後ろまではしっかりとグラデーションを入れていきます。同じような感じで入れていきます。こうですね。この辺りからはもう全体を後ろに引いていきます。さっき切った手の位置のところに持ってきて、そこでつなげていきます。はい、まあウルフなんで、まあ、チョップカットで切ってもいいと思いますけども、まあブラントで切ってもいいですね。はい、この辺りからはもう結構届く毛が少なくなってきますね。もうほぼ届かなくなる。はいね、こういうふうに届かなくなることでバックセンターに入れた45度のグラデーションがこのサイドのアウトラインの方につながってくると、まあ、いう形になりますね。でトップのゾーンですね。まあ、トップもこの後切っていきますので結構アバウトでいいですよ。でもバックセンターはしっかりと入れておきます。こんな感じですね。45度ぐらい。2枚目も45度ぐらい。下で切ったガイドがありますのでそれに合わせて入れます。2枚目ぐらい入れたらあとは後ろに引っ張ってきます。もうすぐね届かなくなってきますからね。顔周りの方に、フェイスのレイヤー入れてますんで、まあ、そこまで長く残ってないわけですね。顔周りからこういうふうに切ってるから、この辺りの毛もそんなに長く残ってないから、まあ、すぐ届かなくなってくると思いますね。届かなくなることでつながったと、まあ、いう形になります。はい、これでですね、アウトラインとバックのグラデーションの部分が完成したということになりますね。はい、ここからですね、トップの方にレイヤーを入れていくということになるんですけれども、今このちょっと右サイドからこういう感じでね流す人を想定してるんですけれども、右サイドからこういうふうな感じで流す場合は、まあ、パートラインはないんですが、こう流していくんでね、まあ、この辺りのゾーンを、まあ、僕は仮想パートというふうに呼んでるんですが、なのでこの人の場合仮想パートが少し右側にありますので、仮想パートを含むこのモヒカンガイドですね、この辺りですねを取っていきます。こういうふうに取っていきましょう。そうするとですね、まあ、前髪に今つなげているので横から見るとこんな感じになりますね。前髪にこういうふうに合わせて切ったんで、まあ、当然上の方がこう長くなってるわけですね。上の方が長くなってる。でこれをどれぐらいのラインで切るかということですよね。前髪がここで切られてたとしたら、上の毛を全部ここまで持ってきてここまで切ったんで、まあちょっと長さ合わないですけど、上の毛はかなり長い状態ですね。
で前髪はこれが立ってこういう状態で、今こういうラインでつながるという感じになりますね。でこのラインをどんどんこうやって下げていったら、どんどんほら上時計が短くなってきますよね。今だったらこれが一番長い状態なんで、これを下げていったらどんどん短くなってくるという形になるんですが、もうここはですね、もうヘアスタイルによって全然変わってくるんで、今回の場合はこれぐらいですかね。約0度から90度でいうと、60度ぐらい60度ぐらいに引っ張ってカットしていきたいと思います。こんな感じ、60度ぐらいに引っ張って、でそれに対してまっすぐカットですね。でここなんですけれども、今チョップカットで切りました。チョップカットでここはですね、長さが短ければ短いほどチョップカットでやってる方がいいですね。メンズのショートとかにもそうなんですけども、上にこういうふうに流れる毛で、割と上にも動きがつくよと、上の束感とか軽さっていうのがスタイルになるよという場合は、チョップカットでやってる方が、後々セーニングが楽ですね。セーニングの量を減らすことができると、いう感じになると思いますね。でモヒカンガイドをゴールデンポイントまでいったら、ゴールデンポイントからバックもつなげていきましょう。ほらこんな感じですね。こんな感じで、バックは頭皮が下がってるんで、頭皮の下がってるのに合わせて下げていきます。こういう感じで、そこに対してチョップカットでカットしてる。こういう状態になりますね。下の毛もちょっと同じようなところで、同じようなところの位置に持ってきてね、下の毛も先ほど切ったこの位置まで引っ張り上げてくる感じで、届くところまで持ってきますね。すぐ届かなくなってきますね。なぜなら下からグラデーションで入れてるんで、すぐ届かなくなってくると思うんですけども、今これ上段に入れてるわけですね。上段にこういうグラデーションを展開してる。上に引いて切ってますけども、モヒカンガイドに合わせて上段にこういうグラデーションを入れたわけですね。これ上段の毛なんで、これをですね、さらに下まで展開していく、中段までいっていくと、せっかくここで作ったくびれっていうものがありますよね。これをさらに中段まで展開していくと、このくびれをなくしてしまう恐れもあるわけですよね。なのでここの中段の毛もこのように、ここ上段で切ったところまで引き上げていく感じですね。ここの毛もこういうふうに上段で切ったこのラインに引き上げてカットする。でここで届かなくするわけですね。ここを中心に届かなくすると、この上で入れたレイヤーとここで作ったくびれが、ここを中心に髪の毛を集めてカットすることで、届かなくなってくるんでつながるわけですよっていう感じなんですね。だからこれに合わせてこっちの中段まで展開していくと、このくびれを落としてしまうんで、あえてこのくびれっていうか、このウエイトがですね大きすぎる場合は中段にももちろん段を展開していくんですけれども、今これを切った時点ではそれがどうか分かんないんで、一回その中段の毛っていうのはこの上まで持ってきて逃がしておくんですね。これとこのくびれをつなげておくと、いう状態になってきます。今モヒカンガイドからこの上段の段ですね、トップの段をこのような感じで切りましたので、これはですね輪切りに回っていきましょう。こういうふうに前に回っていく。でだんだん届かなくなってくるはずなんで、これもローレイヤーの時でやったかな、だんだん展開してやっていくと前に向かって短くなっていってますんでね、だんだん届かなくなってくると思いますので、届かなくなるところまでつなげていくっていう感じですね。でこの長さは覚えておかないといけないですよ。この長さをね、この長さを覚えておかないといけない。この手の位置をどんどん短くしてしまったらどこまででも切っていくことができますからね。こう切って下も同じ位置に持ってくる。すぐ届かなくなると思いますから、で回ってくるわけですね。輪切りで回ってくる。この位置ですね。この位置で下も同じ位置まで引き上げていきます。その位置でカットする。
この辺りぐらいから急に多分ね横の毛がどんどん短くなってくると思うんで、サイドの毛も一旦ちょっと上に持ってきましょう。もうかなり短いですね。これあんまり出てくるところないですね。これフェースラインに近いところなんでね、はい、こことかは結構短くなってますね、はい、こんな感じになってきます。今前髪合わせてモヒカンガイドを切って、モヒカンガイドから後ろの後頭部に展開して、後頭部からこの今左サイドを回ってきたと、ね、で下の毛も全部ここに集めてきたという感じなんですね。ここで作ったウェイトとこのモヒカンガイドトップの、ウルフで大切なこうトップの動きとここのウェイトをこのゾーンでつないでいったという形になってきますね。同じようなことを反対サイドでもやります。この辺りにモヒカンガイドから、展開してきたバックのオーバーセクションですね。バックのオーバーセクションの、上段、一番上のトップゾーンですねがありますから、そこから輪切りに展開していきます。こうですね。いっぱい毛が出てきます。これを上の毛が動いてくるという前提なんで、チョップカットで落としていきます。同じような角度で手の位置、この空間にこの手の高さを覚えておいて、こう進んでいくわけですね。こう進んでいく。下の毛も引き上げていってつなげておく。顔周りはほとんど切る毛がなくなってきますね。これでトップのダウンが入ったという形になります。これでですね、今までの、カットをちょっと振り返ってみるとですね、アウトラインを切りました。かなり前上がりに切りましたね。でフェースのレイヤーを前に引っ張ってフェースのレイヤーを決めていきました。でこれでヘアスタイル輪郭ですね、アウトラインが完成したということになります。そこからその次はバックですね。バックセンターからグラデーションを計算して入れていきました。なので今ここにくびれができてますね。こういう感じで、バックセンターを中心にこのサイドからトップにつながるようにグラデーションを逃がしていった、っていうかつなげていったという感じなんですね。その後後ろからつなげていったレイヤーグラデーションに対してトップの前髪からモヒカンガイドを、これはヘアスタイルに合わせてモヒカンガイドを設定して、モヒカンガイドを設定したんで、その後後ろのこのトップをモヒカンガイドに合わせて設定して、で上の毛、このバックで作ったグラデーションとこのモヒカンガイド、こことここですね、こことここをここでつなげたという形になりますね。で大体全体の輪郭が取れたんですけれども、最後まだねチェックしてないところなんですよ。チェックしてないっていうか、あんまりこう切ってないところがですね、それはサイドのアンダーセクションですね。サイドのアンダーセクション、この坊主ウィッグでいうとここの部分ですね。ここの部分を最後に残してるんですよね。はい、これあえて残してます。なぜかというとですね、ここですね、今だからこの部分ですね、この部分がちょっと厚く残ってるんですね。厚く残ってる。でこれはですね、ヘアスタイルをカットしていく上で、長さとかね、レングスとか前上がりの感じとか、トップの動きの感じとかっていうのは結構オーダーされるんですけど、結構ここの厚みっていうのはあんまりオーダーされないんですよね。オーダーされない。同じようなカットをしたとしても、
ここの厚みっていうのはお客様によって出方が全く違います、ね、ここ今こういうふうにカットした状態でここすごい膨らんでる場合もあれば、あれもう全然削る必要ないやんっていうぐらいのシルエットになってる場合もあります、ね、猫っ毛の方とかそうなりますね。なのでここのサイドのここの部分の厚みっていうのはヘアスタイルを実現するのに切っていかないといけない部分をまず切ってから、ここっていうのはそのお客様に合わせてこの後見ながらカットしていったらいいわけですよ。だからですね、こんな感じでここを引っ張っていくとですね、ほらこれアウトラインですね。これアウトラインで、ほらこれトップで切った長さですよ。これトップで切った長さで、これがアウトラインですね。この間にですね、ほら結構毛が残ってるんですよ。毛が残ってるんですよ。こういう感じでとんがりが出てきてるんですよね。とんがりがこれそりゃそうなんですよ。一番下で切っただけだから。このサイドのアンダーセクションからしたら一番下で切ってトップに段を入れてそれに対してこうやって集めただけだから、当然ここにはかなりこういうふうなこう角が残ってるわけですね。ただ髪の毛がですねあんまりボリューム出ない方だとか、この角がですね、スタイルによって必要な場合もあるんですね。だからそういう場合はこれをこのまま残しておくっていうか、とんがりだけ取っておくという感じですね。でも多くの場合は普通の髪の毛の量であれば、ちょっとさすがにこれだったら重すぎると思うんで、ここをカットしていく。なので、これも何かの時に言いましたけれども、こう頭があって今ここの毛束を引っ張り出したら、こんな感じで角が残ってるんですけど、ちょっと極端に書いてますけど、こんな感じで角が残ってるんですけど、これをこのとんがりだけ取ってもいいし、これぐらい取ってもいいし、マックスここまで取れるわけですね。これが一番トップで設定した毛なんで、ね、マックスここまで取れるんですけど、これをどこで切るかっていうのはそのお客様の、髪の毛の膨らみ方ですね、横のボリュームの出方に合わせて、自分で設定する箇所なんで、そういうふうなところを覚えとってもらったらいいかなと思いますね。でここの切り方は、こちらライトサイドですが、前から切っていった方がいいと思いますね。前から展開していきます。こんな感じですね。フェイスラインはそんなにこう残ってないんですけれども、フェイスラインもこういうふうに前に引っ張って切ってるからね、この辺りぐらいから割と角っていうか長さがあるんですが、こんな感じで切るとこういうふうに膨らんでくる部分があるんで、これをどれぐらい切っていくかっていうのはその人の膨らみ具合とかを見て、多少切っていくという感じですね。で後ろはねほとんどないはずなんですよ。後ろはなぜならグラデーションで入れてるからね、グラデーション入れてるから中段の角っていうか、ラインを作ってるんで、後ろはそんなに切らなくていいんですよ。横だけでいいですね。こういうふうに前から見てシルエットを見ながら、調整してもいいと思いますね。ここにはこのサイドのアンダーセクションには膨らんでる部分が残っていると思いますんで、それをどれだけ切っていくかということは、その長さにもよりますけどね。長ければ長いほど下と上の長さの差があればあるほどここの角っていうのは残ってくると思いますね。最後ですね、だからこのサイドアンダーセクションの、角をカットして、ブラントカットっていうのは終了になりますね。こんな感じで、ブラントカット終了なんですけれども、ウルフカットの場合は、ブラントカットだけじゃなくて続いて質感を出す、セニングというものが、絶対的に欠かせないというようなことになってきますので、セニングを、ちょっとウェットから入れていきたいと思います。セニングをどういうふうに入れていくのかっていうことなんですけれども、なかなか全部が全部、この動画だけでは説明できないですけども、基本的にはですね、こういうブロックで考えていったらいいと思いますね。後ろが3セクション、この3つにどういうふうに入れようかと、で、横はこの2つ、この2つにどういうふうに入れようかと、あと前髪ある場合は前髪と、いうふうな感じで、ここ多め少なめとか多め少なめとかっていうふうな感じでバック3つ
横2つに分けて、入れていくと、いう考え方が、基本になってくるんですね。はい、ではまずですね、ウエットで、すいていくんですけれども、ウエットのすきはですね、結構ドライのすきに比べて結構抜けちゃうんですね。毛が絡んでくるというか、このセニングの刃に結構抜けちゃうんで、ちょっと控えめに入れていきましょう。絶対重たくなるこのネープのところですね。今新品のウィッグからブラントで切っただけなんで、絶対重たくなるネープのところに、今ちょっと2発3発ぐらい入れたい。絶対入れすぎない感じですね。はい、この辺りは45度で切ってるんで、これも45度ぐらいに、シェイプをする。ちょっと低めにシェイプをする。さっきはちょっと上げてシェイプしてましたけどね、低めにシェイプをして、中間で毛先3分の1ぐらいって感じですね。はい、もう今切ったように入れていってますね。ウェットカットで切ったようにシェイプをして、で中間で毛先3分の1ぐらいの2発か3発ぐらいを入れてますね。でトップのゾーンはこういうふうに切りましたから、トンとね、毛先2回3回ぐらいですかね。ウェットでセニング入れることによってまず乾かしやすくなりますね。乾かす前と乾いた時のフォルムの差がちょっとちっちゃくなります。何もしなくてこれ乾かしたら結構膨らんじゃうんで、プラスウェットで入れる、セニングを入れる、利点としては、メリハリがつきやすいんでね、ウェットで入れた方が、より束感が出やすいという感じになります。でここのところはですね、もみあげの部分ですね、もみあげの上にちょっとこう横に引いて入れて、耳の上はかなり少なくですね、こことここに毛量の差がありますからね、こことここに毛量の差があるんで、もみあげは入れて、ここは少なくって感じですね。とりあえずウェットではそれぐらいでいいと思いますね。でサイドもこれ上に上げて切ったんで、上に上げて毛先の半分と毛先2回3回ぐらい入れておきましょう。顔周りも気になるところがあれば、切ったようにシェイプして、同じように入れていく。とりあえずウェットはですね、目的が乾かした時の、こう形の変化を差を少なくすると、いうぐらいなんでね、そんなに入れすぎないっていうことが、めちゃくちゃ大切です。仕上げはもちろんドライの、セニングで、やっていくっていうのが大事ですね。こんな感じでいいと思いますね。だからバックが下から3つのセクションで、サイドが、2つのセクションに分けて、それぞれどこにどんなセニングを入れたのかっていうことを自分の中で覚えておいて、それをですね、毎回意識しながら積み上げていくと、だんだんとそのセニングのなんていうかな、こうパターンっていうかやり方が分かってくるんじゃないかなと思いますね。ここはサイドのアンダーセクションなんで、髪の毛が多いもみあげからフェースの部分に123、今ちょっと4軽く入れましたけど、耳の上は1回2回ぐらいですね。はい、そうすることで少ないところはあんまつかない、ね、で多いところはちょっと多めにつくことで、量感の違いを合わせていくわけですね。セニングのやり方ね、僕いろいろ発信してるんですけど、セニングが上手くなるとウェットカットでは出せなかったフォルムとか収まりっていうのを、セニングで実現することができるので、すごくセニングは大事な技術だと思いますね。慣れてない人はまずすきばさみでそういうすきの技術を覚えていって、ですきばさみである程度形がコントロールできるようになったら、普通のドライカットシザーズで、すいていくという形がいいと思いますね。こうやってストライドカットしたからどうとか、こういうふうにストローク系入れたからどんな質感が出るっていうんじゃなくて、一番大事なのは毛束のどの位置にどれぐらい、どんなピッチでっていうふうな、その毛束に対してどこに短い毛を作りましたかっていうのが一番大事なわけであって、それをセニングシザーでやるのか、ドライカットシザー
とか、スライドでやるのかストロークでやるのかっていうふうなもう技法の違いによってもちろん質感の違いっていうのは出てくるんですけれども、でもすくことによって当然そのフォルム形のコントロールですね、量感のコントロールっていうのはセニングでやってもドライカットシザーズでやってもそれは変わらないですね。だからパネルのどの位置に短い木を入れていくかっていう理解、そうすることによってどういうふうな形になるのかっていう理解がまず一番大事であって、それをだからセニングシザーでやるのかドライカットシザーでやるのかでまた質感の出方が変わってくるというふうなことなんでね、何々人はまずこれで、ここの位置にこんだけの短い木を作ったらこんな雰囲気になるんだっていうふうな感覚を得てから、ドライカットシザーに入っていくと、いう順番がいいところですね。はい、ということでこんな感じでウェットのセニング、終了いたしましたので、まだまだねウルフカットにするには全然重たいんですけれども、これで一度乾かしてですねどんな感じか見ていきたいと思います。はい、乾かして、ブローしてみました。今はちょっとこんな感じですね。ちょっとウルフカットの雰囲気テイストは、感じつつも、まだまだちょっと重たいという感じになっていると思いますね。これ長いところから割と短くした場合、こういうふうにウルフカットとか切った場合っていうのは、特にそういう傾向になりますね。ウェットでセニングを多少入れたとしても長いところから短くした場合っていうのはドライした時にはかなり重たく見えるという状況になると思いますね。ウルフからウルフとかっていう場合はそんなことないでしょうけど、それは前回のセニングがやっぱり生きてるんでね、長いところから短くした場合っていうのは結構膨れる感じになると思いますね。これセニング入れなかったらもっともっと膨れるという感じになると思うんですけれども、実際この状況で焦らないとね、セニング入れたらぐっとまた短くなってきますからねっていう風な感じになるんで、ちょっとここからですね、ドライでセニング入れていきたいと思います。そうですね、ドライでセニング入れるときは、その人にもよるんですけど、一番多くすくところから入れたりもしますけどね、個人的には。でもどうでしょうね、お客さん的にやっぱりこう前から作ってあげた方が、割といい場合が多いかなっていう気はしてますね。これはですね、今フェースをちょっと分け取ってフェースの毛量を整えてますね。はい、セニングってやっぱなかなか業界誌とかね、YouTube とかでもそうなんですけど、なかなかこう理論立ててセニング教えられているのって少なくて、ちょっと一番うちのチャンネルが一番出してるんじゃないかなっていうふうなぐらいなんですけど、やっぱセニングがなぜ教えにくいのか教えられないのかっていうね、セニング理論がなぜあんまりこう発信されないのかと言いますとですね、やっぱりねこう切ればいいよっていうのがあんまりないんですよね。なぜかと言いますとですね、このように見極めていかないといけない。こういうふうに見極めて、今ちょっとこの辺に比べてちょっとこの辺多いよね、耳後ろなんでこの辺、耳の上ぐらいなんでこうへこんでるところやからね、そもそもの髪の毛の量が少ないですから。でもこっちは十分この道襟まであるところなんで、それが横に並んでるわけだからこっちの方が多いよね。だからこっちをすいていきましょうという感じですよね。はい、中間すいて、両間整えて、毛先すいて、今質感整えたと、いう感じなんだけれども、こういう感じで、見ながらやらないといけないってことですね。だからこうすくんだっていうふうなところをこうもう自分の中で固定しちゃってやるんじゃなくて、見ながら質感を合わせていく、出したいところに束感を出していく。じゃあ質感を合わせばどうすればいいのかとか、束感を出すためにはどうすればいいのかっていうふうなことを覚えていくんですね。だから自分が見た時にこういうふうにこの束を変化させたいな、この部分を変化させたいなっていうふうな、その自分の気持ちに応えれるような技術を身につけないといけないっていうのがやっぱセニングなんですね。だから理論化しにくい部分がすごくあると思います。で、うちのチャンネルでは、セニングに関してねいろいろと発信してますんで、このウルフカットのね、動画の概要欄の方に、
いくつかセニングのね理論を作った、動画を貼っつけときますので、ここでね全部のセニングを説明しようと思ったら本当にこの動画2時間にも3時間にもなっちゃうんで、なので、このウルフカットを勉強する人はですね、同時にセニングも少しずつ覚えていってもらえればなと思ってますね。もしセニング全くやったことないよっていう人が、このスタイル切る場合はですね、まず初めにやるべきことは、切った通りにすくっていうね、切った通りに中間から毛先3分の1すくみたいなことは、多分ウエットカットでやったと思いますんで、そうですね、ドライしたらとりあえず自分が多いなと思うところには、セニングシザーを入れていく、少ないと思うところにはあんまり入れないっていうふうな感じで、なんていうかな、感覚でって言っちゃったらね、なんかすごいベーシックカット動画ですよね、いけないことなんですけども、まずセニングは感覚で入れてやっぱりいろいろ失敗する、ウェットで作った質感を何回も破壊してみるとか重たく残してみるとかっていうふうにいろいろ突っ込んで失敗してで、少しずつ覚えてくる部分があると思いますんで、こうやって出した方が絶対いいなとかバランスが合うなとか質感が出るなっていうようなところがあると思いますので、まずやっぱどんどんねセニングってここに対してこう入れるもうグラデーションみたいにねここ45度とかっていうふうなことが、決まってることはないんで、ただこういうふうにすけば、こういう質感が出やすいですよっていうことは、うちの動画で説明してるんで、そんなのを見ながらですね、どんどんやって失敗するってことが大事かな。ちょっと重めに切った、ウィッグをですね、もう一回セニングだけでも全部潰しちゃうと、切り刻んで潰しちゃうというぐらい、セニングを、練習していけば、結構ですねなんとなくの、質感の出し方、量感の整え方っていうのが分かるんじゃないかなと思いますね。今ここはちょっとくびれを強調させたいんで、ここにセニングレイヤー状にセニングを入れてます。バックセンターの部分ですね。ちょっとくびれ強調させとかなって感じですね。はい、で上から落としてこういうふうにねキュッとしてみる感じですね。はい、ここもやっぱりねローゾーンですね、ローゾーンが多いんでここをタイトにしながら、タイトにするときは毛束に対してセニングをこう入れますね。こう入れるんだけど、こういうふうに入れてしまうとね結構斜めに入れるからってこう斜めに入れすぎてもうこの辺とかめっちゃ根元から入ってしまってるっていう失敗も多いんで、まっすぐに対してちょっと斜めぐらいですね。でシルエットを作ってから今ここが軽くなっててここが重たくなってたんで毛先の質感を合わせながら、この僕よくここフレームゾーンって言うんですけど、このヘアスタイルのこの輪郭を、形成している部分ですね、ここを僕フレームゾーンって言うんですけど、ある程度ですね、どんなヘアスタイルのフレームの量感っていうのは合ってる方がいいですよね。でも普通にボンと下ろした状態だったら当然そのねいびつな、生え際からこう降りてきてるんで当然髪の毛の量が合わないわけでね、そういうのを調整してあげるっていう感じですね。そういうところはなかなかこうブランドカットでできないですからね。そうすると、首の後ろが締まりながら上から毛がこのグラデーションが乗ってくると、くびれが非常にきれくなりますよね。で、ウィッグは特にそうなんですけど、生え際って結構毛が多く植えられてるんでね、でプラスもみあげの部分がありますから、顔周りが重たくなりやすいんで、この辺りもここね生え際のこのフレームを気にしながらちょっと量感を均等に合わせていってあげる感じですね。でプラスこのフェイスラインがちょっと軽い、質感を求めてます。
こうですね。今ここ全然空いてないところですけど、フェースが軽くなっていく。でこれが乗ってくると、ここよりもフェースが軽くなるんで、この肌にヘアスタイルが溶け込みやすいとかいう感じになったりしますね。はい。いろんなことを考えながらセーニングやってるんですけど、なかなか全部一本の動画ではお伝えできないね。この辺は束感が欲しいんで、これストローク系のカットですね。はい、ストローク、これはチョップ、こっちもストロークカットですね。で毛先の方に、もう少し、抜け感、束感が欲しい場合はこういうようなスライドカットを使っていきます。こういうふうなハサミをね、このフル系ドライカットシザーでハサミをフル系のカットもですね、その説明とかやり方動画を作ってますので、そちらを参考にしてください。こんな感じで、すきをやっていきますね。前髪等ね、やっぱりある程度こう、なんていうかな、初めはちょっと長めに設定して、ね、結構すく量が多い場合は、すくことでかなりこう短くなっちゃう場合もあるんで、長めに設定して、あとはこうドライでね、最後の長さを決めていくと、いう形を取ったりしますんで、このドライの状況でも最後、顔に合わせて、長さの詳細、細かい長さですねっていう部分を決めていく感じですね。ちょっとこっちも顔周り軽くしておきましょうか。さっきはやったんですけどね、もう少し入れておきます。トップもですね、かなり短くしてますんで、トップのこのモヒカンの部分ですね、めっちゃ短くて、ショートの場合とかこうやって中の方をね、例えばメンズショートとかこうやって引っ張って、中に短い毛を作ることで、この浮きですよね、浮いた動きを出すことも、もちろんありますね。今回はそこまでしないですけど、ちょっと重めな感じなんですけど、ある程度ウルフの感じは出てきたかなと思いますんで、最後ちょっとね、これ今ドライでこのね、顔にかかる短い毛をこのアクセントとして作ったりとかしてますけどね。最後にこうやってね、ウルフとかの場合はこう顔にかかる、短い毛を作ったりしますね。でもヘアスタイルブック見て、これに合わせてレイヤー入れちゃうとめっちゃ短くなるんですね。こうやってドライで最後こうアクセントとしてこう顔にかかる毛をパツンとこう作ってきたりとかってするんで、この長さなんやっていう感じで、この長さに合わせてレイヤーを作っちゃうとめっちゃシルエットが違ってきたりとかっていう風になりますね。その辺の見極めもすごい大事ですよ。だからシルエットっていうのは毛先で見るんじゃなくて、この本当にシルエットに見る、シルエットで見て、でそれがこう実現するような自分のカットバランスですね、こういうバランスを考えていく。で顔周りに短い毛とかは、ドライカットで作っていくと、いうパターンになってきますね。なかなかちょっとセーニングの部分を話し出すと終わらないんですけれども、ちょっとこれでですね、一回スタイリングして仕上がり見ていきたいと思います。はい、とりあえずちょっとスタイリングしてみました。ウルフレイヤーとなってくるとね、結構お客様が要望される長さもいろいろですし、スタイリング方法もいろいろなんですよね。ただですね、やっぱり結構そこそこ長いレングスに対して上の結構短い毛をつないでいかないといけないというふうなことになりますので、割とカットの工程っていうのは多いですね。複雑な感じのパネルの引き方になってくると思います。でも、つなぎ方はこんな感じである程度の範囲、ある程度の幅、そこをつなげていけるんじゃないかなと思いますね。
はい、アウトライン切って後ろ切って、上切ってつないでいくと、いうところを、練習していけばいいんじゃないでしょうか。あとですね、あとセーリングもねやっぱり結構しっかりと入れていかないと、これスタイルになっていかないスタイルですので、そういう部分でねセーリングの練習にも、すごくなってきますし、カットも非常に複雑なんで、ブランドカットの練習にもなるし、下からグラデーション入れるんで、グラデーションの練習にもなるしっていう感じでね、ものすごくこうねカットの基礎的なことを覚えるのにはものすごく、いいスタイルだなと思いますんで、しっかりと、練習してもらいたいと思います。はい、ということで、ではまた次回のベーシックカット動画でお待ちしております。